皆さん、コンハギ。一流のハギ職人を、目指すプレインズウォーカー、優勢マックスです。ついに新セット、防護トンネルム探訪が、発売されましたね。早速一部のカードが下環境で、使われているみたいです。皆さんはお気に入りのカードは、ありましたか？私の一押しはやはりアダルトゴールドドラゴンです。本日は前回と同じく、このドラゴンを採用した魂ハギデッキで、リーグに挑みました。今回の相手は人気急上昇中の、アーキタイプ。青黒ライブラリー破壊。近年、神8枚耐性になったり、モダホラ2から正気破砕が、加わり注目を浴びていましたが、新セットのターシャズヒディアスラフターによってさらに、強化され話題を呼んでいます。主に軽量スペルで構成されたアーキタイプが、多数存在する現環境ではうってつけの、カードです。魂ハギとライブライリー破壊の、相性ですが、相手が墓地を肥やしてくれるので、一見相性良さそうですが、相手はメインから複数の、墓地対策を使用していたり、カンスペや罠の端などでバックアップする方も、存在し、一筋縄ではいかない相手です。特にメインからの使用率が、高い外科的摘出で墓地に、落ちた魂ハギを追放されたら致命的で、こちらの敗因のほとんどを、埋めています。相手にライブラリーを削られるのは、チャンスであり最大のリスクでもあります。故にターシャズヒディアスラフターに、関しては、墓地に落とすのではなく追放するので餌は、励ませんが魂ハギを摘出に、狙われるリスクは避けられます。しかも、こちらのデッキは他に類を見ない多数の、重量スペルで構成されているので、被害は最小限。相手がターシャズヒディアスラフターを、サイドアウトしてもおかしくありません。ライブラリー破壊に対するこちらの、サイドボードプランは、相手の墓地対策などをケアできるハンデスや、罠の端や催眠の宝珠などを、割れるイコンなどの置物破壊、カニやルールスをケアできる除去、そして相手のフェッチランドや廃墟の、血を封じ、春章なども対策できる亜色があると、便利です。どうしてもライブラリー破壊に、負けたくないなら忍耐はライブラリー破壊と、墓地対策も兼ね揃えていて、摘出から魂ハギを、守れる上にカラー的にも、使いやすいのでおすすめです。サイドアウトするのは、忌まわしい回収と群れの、結集。こちらは初手に魂ハギか、横断が来るまでマリガン、墓地は相手が、肥やしてくれるのでこれらは必要なく、相手のゲームプランを手助けしてしまうので、サイドアウトがおすすめです。こちらはダメージを受けないのでワンコン枠も、不要になります。必要ならキーワードの少ない血網、速度を重視するなら女人像を、数枚サイドアウトするのもありです。サイドボードプランは以上です。果たして、時を得て一皮むけたライブラリー破壊に、魂ハギは通じるのか。対戦をどうぞ。対戦よろしくお願いします。1ゲーム目はお相手が先手、そしてルールスが相棒です。この7枚をキープします。お相手も7枚の反動、キープ。お相手の初手はライブラリー破壊では定番の、面正体のカニ。土地を置くだけで切削できるので、カウンターなど構えながら着々と、相手を追い込む厄介なクリーチャーです。無論、フェッチランドとの相性は抜群です。こちらはフェッチランドをセットして、エンドにします。ここで初個の罠の存在を、思い出し、とっさにフェッチを切ります。このターン引かれなければセーフですが、リスクを避けるならターンを渡す前に、フェッチを切るべきでした。今魂ハギが墓地に落ちたらまずいのでいたずらに、切削されるのは避けたいところです。お相手はフェッチランドからの、ショックランドを立たせてターンエンド。初個の罠はないみたいですが、カンスペか正気破砕を構えていそうです。こちらのドローを、お相手は墓地にいるロットロー、対象逃げか的摘出を、唱え、手札のロットローを道連れにします。魂ハギ用に温存しないということはもう1枚あるか、カンスペが手札にある可能性が、高いですね。このターンはお相手の様子を、見てエンドにします。お相手はエンドステップに正気破砕を、サイクリング。2体目の神を唱えてからフェッチランドを、セット。再び2マナを構えてターンエンド。お相手はなかなか隙を見せません。ここで忌まわしい回収を、唱えるか悩みましたが外した場合の、リスクを考慮して唱えませんでした。幸運にも魂ハギはまだ墓地に、落ちてません。
このターンは横断で魂の洞窟をサーチしてエンドにします。お相手はエンドステップ2かなたの映像で3枚ドロー。3体目の神を唱えてターンエンド。こちらのライブラリーの残りは23枚。ここまで圧縮されたなら回収で魂ハギを当てる可能性が見えてきました。エンドステップに回収を唱えます。めくれたクリーチャーは女人像と魂ハギ。魂ハギを手札に加えます。これで手札の5は続込みで、お相手に16点ダメージが、通り勝負が決まるはず。しかし、こちらのアップキープにお相手は正気破砕を、サイクリング。ついに魂ハギが墓地に落ちてしまいます。その直後に敵室で墓地、手札、そしてライブラリーの魂ハギを、すべて追放されてしまいます。惜しいタイミングで魂ハギを、失いました。こちらのライブラリーの残り枚数は、たったの11枚。もはや勝てる見込みは薄いですが、チアミで抵抗するもお相手に、ライブラリーをすべて削られ、1ゲーム目を落としてしまいます。このように、魂ハギを失うとかなり厳しい相手です。2ゲーム目は先手です。サイドボーディングはこちら。お相手の相棒枠からルールスがいなくなっているので、罠橋、亜色、黒力戦あたりをサイドインした可能性が高いですね。2ゲーム目からは魂ハギか、横断が来るまでひたすらマリガンします。必要最低限の手札だけを残し、残りをライブラリーに戻します。4枚までマリガンしてしまいましたが、裏を返すとマリガンするたびに、ライブラリーの枚数が増えるので、ちょっとしたライブラリー破壊対策になりましたね。今回はしっかり書庫の罠を意識して自分のターンにフェッチランドを切りましたが、残念ながらお相手の初手にありました。魂ハギは墓地に落ちなかったので、セーフ。お相手は土地をセットしてターンエンド。今のうちに横断で魂ハギをサーチします。魂の洞窟もあるので、次のターンまで摘出されなければ、勝機があります。お相手は神を唱え、フェッチを即切りしてショックランドをタップイン。計6枚切削されますが、魂ハギは無事です。そしてこちらのドローを、お相手は敵室で墓地のサムトを追放します。危ないところでした。墓地にあるハゾレと、女人像、劇場、ロットロを探査して魂ハギを唱えます。魂ハギの攻撃でお相手のライフは残り9点。お相手は2体目の神を唱えてから土地をセットしてターンエンド。こちらのライブラリーは残り25枚です。このターンは亜色を唱えましたが、こちらの墓地にはクリーチャーが6枚、墓所への乱入があったら大量に回復されていたので思考囲いの方が良かったですね。魂ハギの攻撃でお相手のライフは残り1点。お相手はドロー後に投了し、2ゲーム目はなんとか生き残りました。そして、3ゲーム目は後手スタートです。今回も魂ハギか横断を引くまでマリガンします。この手札は惜しいですが土地1枚なので、マリガン。黒にマナ出せる土地がないので、少し際どいですがこの手札をキープします。お相手は6枚までマリガン。土地をセットしてターンエンド。黒い土地が引けました。このターンは思考囲いを唱えます。お相手の手札はカンスペ、正気破砕、敵室、廃墟の地。ここは敵室をハンデスして、エンドにします。カンスペも厄介ですが敵室よりいくらか、マシです。お相手は廃墟の地をセットして、ターンエンド。横断を引きました。これでワイルドカードが2枚揃いました。しかし、まだ紅葉は未達成なのでこのターンはエンドにします。エンドステップにお相手は正気破砕を、サイクリング。墓地にイコンが落ち、紅葉が達成しました。お相手は土地を引けず、そのままターンエンド。まずは横断で魂ハギを、サーチします。そして番号を唱えます。お相手の手札はカンスペ、正気破壊、カニ。正気破壊をハンデスして、エンドにします。
お相手はエンドステップ2サイクリング。土地をセットしてそのままターンエンド。まずは横断で魂の洞窟をサーチします。そして墓地のサムとロットロ、4人像を探査して魂ハギを唱えます。魂ハギの攻撃でお相手のライフは残り9点。お相手はエンドステップ2書庫の罠を唱えます。こちらのライブラリーは残り28枚。これでお互いのライフは半分を切りました。お相手は神を唱えてから廃墟の血をセット、さらにフェッチを切ってターンエンド。思考囲いを引きました。まずは魂ハギで攻撃します。お相手はブロック後、廃墟の地を起動して魂の洞窟を割ります。そして神が誘発し、こちらのライブラリーは残り18枚。お相手のライフは残り3点。セカンドメインに思考囲いを唱えて最後の正気破砕をハンデスします。そしてお相手はドロー後に投了します。対戦ありがとうございました。魂ハギ対青黒ライブラリー破壊の試合はいかがでしたでしょうか。1ゲーム目は敵室で魂ハギを失い敗北。2ゲーム目と3ゲーム目は覚悟を決めて4枚までマリガンした甲斐があり、なんとか勝利を収めることができました。今回は対ライブラリー破壊を意識したキープ基準とサイドボーディング紙を結びましたが、敵室、カンスペ、罠橋など意識しないといけないカードが多く、墓所への乱入を引かれていたら逆転されてもおかしくありませんでした。ライブラリー破壊をカモだと思って油断すると足元を救われるので魂ハギ使いの方はご注意ください。リーグの結果は今回も3勝2敗。なかなか3勝2敗ラインを突破できないので、近いうちにデッキの調整が必要かもしれません。おすすめのカードなどあればぜひコメントで教えてください。常に変化し続けるモダン環境にこれからも魂ハギと共に挑みます。よかったらチャンネル登録お願いします。それでは、最後までお付き合いいただきありがとうございました。